第二次世界大戦が最終局面を迎えた頃、日本とアメリカの戦いは熾烈さを増していました。この時点で日本の敗北はほぼ確実とされていましたが、日本軍は本土に迫るアメリカ軍に対して予想を超える頑強な抵抗を続けていました。そんな状況を目の当たりにしたアメリカ軍内部では、日本本土を空襲するだけでは日本人は降伏しないだろう。最終的には本土に上陸する必要があるかもしれないという意見が次第に強まります。しかしアメリカはすでに勝負は決まっていると考えており、可能な限り少ない犠牲で日本を降伏させたいとも願っていました。この戦略の一環としてアメリカは沖縄に注目します。沖縄を占領することでマリアナ基地との連携による本土爆撃や本土上陸に備えた補給拠点として利用できると判断したのです。こうしてアメリカ軍は史上最大規模の部隊を編成し、沖縄攻略作戦を開始しました。アメリカ軍が最初に上陸したのは沖縄本島中部の西側に広がる海岸でした。この作戦には約1400から1500隻の軍艦と約18万3000人という大軍が投入されています。上陸を進めるアメリカ軍の兵士たちは日本軍はどこにいるのかと緊張していましたが、彼らを迎え撃つはずの日本軍の陣地からは一発の銃声も聞こえてきません。それもそのはず、日本軍はすでに守りやすい場所へ移動し、持久戦の態勢を整えていたのです。日本軍の主力部隊は首里城の地下に設置された陣地に集結し、息を殺して待機していました。日本軍の作戦はアメリカ軍が十分近づいてきたところで、地下壕から小部隊を飛び出させ、進撃を食い止めようとするものだったのです。日本軍がこのような作戦を取った背景には、沖縄戦の目的が沖縄そのものの防衛ではなく、本土防衛を優先していたという事情があります。つまり、できるだけ長く沖縄で戦い続けることでアメリカ軍を引きつけ、本土決戦の日程を1日でも遅らせることが狙いだったのです。この戦略の中で沖縄は捨て石として扱われました。その結果、沖縄県民の避難計画や安全確保対策は後回しにされるどころか、彼らは戦闘の補助要員として動員されることになりました。中学生や女学生までもが戦闘員や看護要員として編成され、多くが過酷な戦闘や従軍の中で命を落とすことになったのです。対するアメリカ軍の作戦は、日本軍を徹底的に消耗させることで、本土決戦の際の抵抗を最小限に抑えることを目的としていました。上陸に成功したアメリカ軍は、続々と武器や弾薬、兵員を陸揚げし、上陸初日のうちに近くの2つの飛行場を占領します。その後、アメリカ軍は速やかに東海岸に到達し、沖縄本島を南北に分断。これを機に北部と南部の両方向への進撃を開始します。北部はジャングルに覆われた山岳地帯で戦略的価値が低く、日本軍の配置も少数に留まっていたため、大規模な戦闘には至りませんでした。その一方で、激しい戦闘の中心は必然的に南部へと移ります。南部では日本軍がアメリカ軍に対して激しく抵抗を続けますが、圧倒的な兵力と物量を前に戦線を維持することが困難になり、次第に南へと後退を余儀なくされていきました。そんな沖縄本島周辺に展開するアメリカ艦艇を砲撃し、日本軍の地上部隊を支援する目的で戦艦大和に出撃命令が下されます。しかし、この時点で日本には作戦可能な空母がなく、戦闘機による護衛をつけることはできませんでした。このため、大和の所属する艦隊の司令長官である伊藤誠一中将は、沖縄に到達する可能性はゼロに等しいと考え、出撃命令に反対します。それでも連合艦隊の参謀が、1億総特攻の先駆けとなってほしいと頭を下げて懇願すると、伊藤長官は意を決したように一転して了承。その後、大和と共に出撃する艦の艦長や参謀たちが集められ、作戦内容の説明が行われました。彼らも口々に反対意見を表明しましたが、伊藤長官が、我々は死に場所を与えられたのだ、と語ると、その場にいた全員が沈黙し、大和の出撃が正式に決定されました。この頃の日本は、勝利の可能性を追求する段階ではなく、敗北を覚悟しつつも、降伏を拒むという状況に追い込まれていたのです。こうして瀬戸内海から出撃した大和は、アメリカ軍の暗号解読によりその動きを把握されており、九州南方の坊野岬沖でアメリカ軍艦載機の集中攻撃を受けます。圧倒的な航空戦力の前に世界最大の戦艦大和は沈没。
日本海軍の象徴であった大和は海の藻くずと化し、その生涯を終えました。このような特攻作戦は海だけでなく空からも行われています。その目的は沖縄海域に留まるアメリカの空母を一隻でも多く撃沈し、アメリカ軍の航空戦力に打撃を与えることでした。しかし日本の特攻機は出撃するたびにアメリカの戦闘機部隊に待ち伏せされ、多くが標的にたどり着く前に撃墜されてしまいました。運よくアメリカ艦艇を発見しても、それがおとりとして配置された駆逐艦や輸送艦であることがほとんどでした。稀に空母に体当たりする成功例もありましたが、特攻による攻撃がアメリカ軍に戦略的な決定打を与えることはできていません。それでも特攻機は出撃を続け、多くの命が失われていきました。このような特攻攻撃が繰り返される中、沖縄の日本軍は基本的に攻勢に出ることはなく、最前線で必死に抵抗しながらアメリカ軍の進軍を阻み、持久戦を長引かせていました。しかし、守り続けるだけでは状況が好転しないのもまた事実です。現地で戦う日本軍内部では、防御を続けるべきか、それとも攻撃に出るべきかという2つの方針が対立しています。その中で日本軍はアメリカ軍に占領された飛行場を奪回しようと反撃を実施したこともありましたが、反撃の計画はすでにアメリカ軍に察知されており、大損害を受けた上に失敗に終わります。次第に追い詰められた日本軍は爆弾を抱えて戦車に体当たりする玉砕戦法を余儀なくされましたが、補給が完全に途絶えている状況では持ちこたえることはできず、戦力はじりじりと消耗していったのです。こうしてアメリカ軍は最終局面に向けた作戦を開始します。西と東から日本軍の前線を突破し、司令部が置かれていた首里を包囲する計画を立てたのです。日本軍も激しく抵抗を続けましたが、アメリカ軍の圧倒的な火力と兵力に耐えきれず、ついに首里は陥落します。これにより日本軍の司令部は南部へと移動せざるを得なくなり、アメリカ軍はその後を追撃していきました。この混乱の中で多くの沖縄県民が兵隊さんと一緒の方が安全だと信じて南へと移動します。しかし彼らを待ち受けていたのは日本軍とアメリカ軍の双方から追い詰められる過酷な状況でした。アメリカ軍は日本軍だけでなく軍属や民間人を区別することなく攻撃を加えたし、日本軍も沖縄県民に対して過酷な行動をとったのです。具体的にはアメリカ軍のスパイとみなした住民を処刑したり、軍人用の堀を確保するために住民を追い出したりしています。この結果、多くの沖縄県民が戦場に放り出され、命を落とす悲劇が繰り広げられました。戦況が悪化する中、日本兵たちはアメリカ軍に発見されることを恐れ、泣き声を上げる赤ん坊を殺害したり、アメリカ軍に投降しようとする住民を撃ち殺したりしています。さらに戦局に絶望した日本軍の一部は、住民に手榴弾を配り、自決を強要するという行動にまで及びました。こうした行為により沖縄戦では言葉では表現しきれないほどの地獄のような光景が広がっていったのです。沖縄に残った日本軍の地上部隊は最後まで降伏することはありませんでした。しかし軍司令官の牛島満中将と参謀長の張勇中将が切腹したことで組織的な抵抗は事実上終了。それでも散発的な抵抗は続いていきます。こうして沖縄戦は多くの民間人を巻き込みながら終結を迎えました。最終的に沖縄県民の犠牲者数は軍人や軍属を含めて約12万人に上ります。この数字は当時の沖縄県民の4人に1人が命を失ったことを意味しており、沖縄戦は日本史上でも稀に見る規模の地上戦となり、その爪痕は今もなお深く刻まれているのです。